な無茶な作戦で黄金の連中に勝てるとでも思うたんかいな。さあ撤退するで。あんなバカ、もう正念場なんぞとっくに終わっとるっちゅうねん。もうええ、お前らうちの指示に従い、責任は全部うちが取る。撤退や。かまへん。うちら右翼は戦線の維持不可能につき撤退する。家臣にそう連絡し撤退や。けど黄金の連中、ここまで規模が膨れ上がったら野党やボートどころかその辺の軍隊と変わるんで。なんや、敵の増援か。今頃か。まあええ、連中の相手は家臣がやってくれるやろ。うちらはとっとと撤退すんで。カユはそれシンガリアのって放置されとるだけとちゃうんか。カコートン様、官軍の指揮官から連絡文が届いているそうです。読まずともよいぞ。良いのですか。いらん。どうせ到着が遅いだの早く蹴散らせだの書いてあるのだろう。そのような手紙見てる間も惜しいわ。春蘭様、部隊の展開完了しました。よし、官軍の援護は凪、貴様らに任せる。はっ。キーは私に続け。ふぬけた官軍には荷が重い相手やもしれんが、まことの性病たる我らには黄金塔など赤子も同然。ひねりつぶせ。なんという強さだ。海遊将軍、官軍の海遊将軍はどちらか。おう、ここだ。ここにいるぞ。貴様らはどこの兵だ。我が名は学信。陳竜が収木、曹操の代理として馳せ参じました。ご無事か。ああ、本隊はすでに下がり、こちらも苦戦しておったが、貴公らのおかげでなんとか命をつなぐことができた。礼を言う。はっ。ここは我らが引き受けますゆえ、官軍の皆様は急ぎ撤退なさいませ。すまん。ならばその言葉に甘えさせてもらう。長領にも連絡せよ。撤退するぞ。はっ。総員撤退せよ。撤退だ。本隊がすでに撤退だと。海遊殿にはしんがりの自覚もないようだったが、どういうことだ。どうした。何かあったか。おいおい、地の果てまでも追い詰めろ。春蘭様、なんか今日の相手すっごく弱くありません？ここまで派手に逃げられると何としてでも追い詰めてやりたくなるな。そんなもんですか？当然だ。キー、隊の速度を上げるぞ。これ以上逃げられるのも気に食わん。わかりました。
なんだか沼が増えてきたな。どこだここは。春蘭様、大変です。なんだ。敵の姿が消えちゃいました。何？さっきまで目の前を必死に逃げていたではないか。それがどこに行ったのかさっぱり。森の中か沼の縁にでも消えたか？かもしれませんけど、だったらお手上げです。探すしかあるまい。100人1000人の人間がいきなり消えるなどあるわけがない。いいな。春蘭様、砂煙です。どこだ？あれか？でもこっちに向かってきてますよ。逃げるのをやめたんですかね。腹を据えたなら可愛げもあるが、そういう潔い連中ではあるまい。あれ？あの旗は。孫に縁だと？まずいキー、ここは縁術の領土だ。縁術さんって隣の領地の？黄金島の連中に一杯食わされたか。撤退は無理です。間に合いません。そこの部隊、所属と名を名乗れ。春蘭様。仕方ない。私は花崗トン、こちらは巨長。陳竜秀木、宋猛徳の下で将軍を務めているものだ。陳竜？ずいぶんと来たね。遠征お疲れ様と言いたいけれど、ここは陳竜の秀木の領地ではないはずよ。そこに軍を率いて踏み込んで、どう説明するつもりかしら。官軍を助けた後、黄金島の追撃でつい深追いしすぎてしまったのだ。貴公らの土地を侵略する意志など毛頭ない。そんな言い訳が通用すると思ってる？春蘭様、どうするんですか？正直に言うしかなかろう。とはいえ急に来たせいもあり、こちらは何の証も持っていない。同行してもらっても構わんから、連中を追わせてくれんだろうか。都合の良いことを言ってるわね。まずはこちらの問いに答えなさいよ。なんと頭の固いやつだ。すまんが、本当に今は一国を争うのだ。それに今逃がしてしまえば、貴公らの領土が盗賊どもの侵略を受けるのだぞ。作殿、こちらの準備整ったぞ。あら、思ったより早かったのね。つまんないの。もうちょっとゆっくりしていてもよかったのに。花崗トンと言ったかしら。消えた敵部隊がどこにいるか知りたくない？何？この辺りは沼地が多いから身を隠すにはぴったりなのよ。下手に追いかけると気づかれて、さらに逃げられちゃうのよね。ということは、私の領だったら許しはしないところだけれど、縁術の土地に誰が入ろうか知ったことではないわ。盗賊退治をしてくれるというなら、今日だけは目をつぶってあげる。何？お主が縁術ではなかったのか。ちょっと冗談にしても笑えないわよ。ならばお主は？我が名は孫作、縁術の客商よ。で、こっちは副官の郊外。
孫作。どうするカコートン殿。答えるまでもなかろう。任務を果たしたらすぐに帰らせてもらう。それでよいか。なら道筋はこちらで案内するわ。ついてきなさい。まあそういうわけです。呆れた。それで孫作に借りを作ったまま帰ってきたというの？当たり前でしょ。でどうなの？連中の寮に逃げ込んだ盗賊の退治は手伝ったのですから、差し引きで帳尻は合っていないわよ。他国の領に入る前に黄金塔を片付けておけば差し引く必要すらないじゃない。それが私たちが仕掛けた瞬間、ものすごい勢いで逃げられまして、今思えばあれも連中の策略だったのではないかと。策略？ナギ、それは本当なの？私に聞けよ。すみません。自分は官軍の撤退の支援をしていたもので。ならキー。聞けってば。それまでは都の軍を一方的に攻めてたんだけど、僕と春蘭様が攻撃を仕掛けたらバーって撤退していって。カリン様。ええ、春蘭やキー相手だったとはいえ、黄金塔はそれだけの作戦を展開できる指揮官を得たことになる。その賞を打てたというのは幸いだったわね。こちらの予想としては織り込み済みの事項だから驚くことではないけれど、これからは苦戦することになるでしょうね。以後奴らの相手は気を引き締めるように。特に春蘭とキー、いいわね。それから春蘭、その孫作という人物、どんな人物だった？確か高等の虎孫権の娘よね。はい、風格といい、雰囲気といい、気配といい、剣術の触覚と名乗っておりましたが、とてもそのようには見えませんでした。うるさい。そういう難しい言葉を無理に使わなくてもいいわ。武人の加工トンとしてはどう見たの？檻に閉じ込められた獣のような目をしておりました。剣術とやらの人となりは知りませんが、あれはただの触覚で収まる人間ではないでしょう。そう。春蘭、その情報に免じて今回の件についての処分はなしにするわ。孫作への借りはいずれ返す機会もあるでしょう。ありがとうございます。それでは他に何か報告すべき意見はある？いえ、春蘭の件で最後です。黄金塔は
こちらの予測以上の成長を続けているわ。官軍は当てにならないけれど、私たちの民を連中の好きにさせることは許さない。いいわね。分かってます。全部守るんですよね。そうよ。それにもうすぐ私たちが今までに積み重ねてきたことが実を結ぶはずよ。それが奴らの最後になるでしょう。我々と連中との決定的な違いということよ。いずれわかるわ。それまでは今まで以上の情報収集と連中への対策が必要になる。民たちの血も米も一粒たりとて渡さないこと。以上よ。